はい、今回は糸道の作り方を教えてくださいっていう、リクエストがあったので、教えていきます。まずね、糸道っていうのは3の糸を押さえるとき人差し指の爪で押さえるんですよ。こう移動していく。でその時にその糸道っていう溝がないと脱線しやすい、ツルツル滑って糸から指が外れやすいので、電車の車輪とレールがはまってる、ああいう関係みたいな感じで爪の真ん中に溝を切って糸をはめて脱線しないように移動できるというのが糸道なんですよね。早速ポイントなんですけど、糸道をまず作る前に爪をちゃんとラウンド型に切ってください。平面にしたりスクエアになったりすると角がガタガタ当たったりして小回りが効かなかったりとか、やっぱ接点が多くてあんまりいいことないですね。接点少ない方がしっかり圧力が一点に抑えられるので、普通にこの指の形に沿ってラウンド型に、切ってください。それで2つ目は、これ爪切りでね僕人工的に作っていくんですけど、爪の真ん中に溝を切る。左右に糸道がずれてると結局押さえる時にまっすぐ押さえられない、ふにゃっと変な曲がった状態で押さえなきゃいけないので、これだとまたその指に先に力が入りにくいっていうので真ん中で、作っていきます。で3つ目は3の糸の直径より大きくならないこと。大体ね 0.40、 細い人でも 0.40 かな。で太い人だと 0.50 あるかないかぐらい、ね、これ以上大きくなるともう糸に対して糸道が当たってないみたいな、乗っかってないみたいな。これだとカンベリの原因になったりとか、全然音も美しくないし、バズった音が出たりミョンついたりするんで、最小限にしときましょう。直径より狭くちっちゃく、切るといいかなと思います。じゃあちょっと早速、爪切りで糸道を作る様子をアップで撮っていきたいと思います。じゃん。さっきわざわざあった糸道を削ってやり直したんでちょっと爪の先端汚いんですけど、そう真ん中っていうとだいたいこの辺かな。カメラ越しに切るのがねすごい難しい。どの辺だろう、ミスんないようにしないとね。この辺かな。そう V 字に切り込みを入れる感じ。こっち方向行けたら今度はこの同じところに向かってこの反対側からこっちだ。地味に傷ついてます。で溝を爪でガシガシってやると切り落とせなかった爪がなくなるので、どうだろう、ほらV 字に切り込み入ってるみたいな。そうこれが糸道の作り方です。しっかり真ん中に、作ると。そうくれぐれも肉の方を断ち切らないようにめっちゃ痛いので、そう気をつけてちっちゃい傷を作ってみてください。はい、ってな感じで、めっちゃ難しかったんですけど失敗しても、また切って平らにしてまた作り直せばいいと思うし、そんな深爪するほど短くしなきゃいけないとか、長すぎるとちょっと難しいけど、そんなにこういう長さじゃないといけないっていうのもないので、何回もやってみて気に入らなかったらまた平らにして何回かやるといいかなと思います。でちょっと3の糸の直径より太くなっちゃったなっていう時もちょっとやするとV 字がねだんだん埋まってきてちょうどいい直径になると思うので、そういった調整の仕方もいいかなと思います。で僕も子供の頃やってたんですけど、糸道の作り方で糸をガシガシやる人もいると思うんですけど、それやると最初ツルツルな状態からやるともう糸が滑りまくって結局わけわかんないところに糸道ができちゃったりとか、あとその2の糸とか1の糸ザラザラしてるから、確かにあれすごい削れやすいんですよ。であれでやると結局3の糸よりかなり太いのができちゃうので、あと糸がダメージがついたりとか、カンベリその竿の方にも爪がガシガシ当たって削れちゃったりするので、僕はやっぱりちゃんと綺麗な形にもう意図的に作れる爪切りを使った、糸道の作り方の方がいいんじゃないかなと思います。皆さん試してください。
はい、お知らせです。流派や会派、国籍を超えたワークショップやっております。指導者の方々への講習会もやっておりますので、教え方に悩んでるっていう方もぜひご連絡ください。津軽三味線日本一の知識と技術を皆さん共有していきましょう。それから霊言モデルの津軽三味線アクリルバッジ、三味線ギグバッグといったアイテムを揃えております。従来の三味線アイテムに持っていた不満を一気に解消した一品となっております。お問い合わせは公式ホームページ、Twitter や Facebook などの SNS よりお待ちしております。それからチャンネル登録をしていただけると、このチャンネルの動画が漏れなくチェックできますので、よろしくお願いします。